どうもこんにちは、川口の健です。今日はナンバー11イノシシギリブログの完成やっていきます。今回ちょっとナンバー11以降かなり作業が遅れてしまって制作工程の動画撮りきれてないんですが、この靴は釣り込みまで撮ったんですが、その後一気に進めて完成しました。残り展示会まで1週間切ってますので、ここから完成動画バンバンアップしていきます。今回も靴磨き職人の方に頼んで帰ってきました。ツヤツヤです。デザインこだわりの紹介、そして最後に磨きの紹介していきます。こちらの靴、ナンバー11イノシシギリブログです。イノシシ革を使ったギリタイプのブローギングシューズになってます。今回制作したナンバーズコレクション8足の中で最もサイズが小さく 24cm UK5 ハーフ相当になります。サイズが小さいこともあってやっぱちょっとコロンとした感じが、可愛らしさもサイズだけで出てきます。で、デザインとしてはアッパーの革イノシシ革を使ってます。去年制作したナンバー3イノシシブローグで使った革と同じ色ですね。なんですが、このイノシシがロット差があって、僕イノシシがちょっとバリダさんから何回かに分けて買ってるんで、今回はちょっと赤みの強いものを使いました。バーガンディにかなり近い感じがしますね。特徴的な脂肪感と毛穴感があります。この靴のコンセプトとしては野生の革なのでちょっとワイルドな表情もあるんですよね。そのワイルドな表情の革をあえて少し華奢でエレガントな感じに仕上げてみようというコンセプトの靴です。ということでちょっとレディースっぽい雰囲気を取り入れました。まず特徴的なこのギリーループですね。ギリーシューズっていうのはスコットランドの民族衣装なんですけど、そのスコットランドの民族衣装のギリとはまたちょっと形状違うんですけど、こんな感じで革でループを作ってそこに靴紐を通すという感じになっています。通す部分が4つで、靴の外に靴紐が覆いかぶさるようにしてかなり靴紐の存在感が強くなります。で、そこを囲むように今度ね、ちょっとこう補強のステッチとか、それとこうするようにブローディングのラインを少し特徴的にピークを持たせたデザインにしてますね。真ん中とサイドに頂点を持ってきてます。そしてつま先はウィングチップなんですが、ウィングチップよりこの羽の伸びが短めのウィングキャップになってます。なかなか見ることないデザインですけど、独特の雰囲気があって僕的にはちょっと高貴な印象を受けますね。1920年代とかのアンティークのレディースの靴みたいなちょっと曲線的な感じも出したかったので、全体的にそういった少し古い雰囲気をイメージしてます。そして履き口トップラインにはこれもなかなか見ることないデザインというかほぼないと思いますけど、こんな感じのブローディングの帯をつけてみました。かかと部分は少し尖った感じになってて、これは履き口の補強、この縫い割りの補強っていう機能もあります。今回このブローディングは普段やる穴開けよりも少し小さめですね。サイズが小さいということと、この飾りのギュッと詰まってる感じが欲しかったので少し小さめを詰め込むようにして入れてます。で、つま先は見てわかるんですが、ここエッジがありますね。木型つま先を少しカスタムしてエッジの立ったスクエアラウンドというんですかね、スクエアトとラウンドとの中間みたいなトーシェイプ作りました。で、この紐のところ、これなんかついてますね。これはアッパーと同じイノシシ側で紐の先端を少し飾りをつけました。紐にくるくる巻いて眉みたいなコロンとした飾りつけました。そしてソールなんですが、ソールはアウトソールステッチ結構細かめです。 SPI14 番 1.8mm のかなりドレス仕様のソールステッチをやってます。全体的にさっきも言ったんですが、ブローディングも少し細かめに入れてますので、足ネイも細かめに入れて華奢でエレガントな感じを出してます。ソール面見るとこんな感じでアンティーク調の木目風な仕上げです。オレンジ系のブラウンに染めてローで光沢出してます。そしてこの額周りにはこれ唐草模様の飾りごてなんですよね。それをぐるっと回してソールの縁取りを入れてます。この飾りごて結構レアでもうほとんど売ってないんですけど、で1年前ぐらいに僕手に入れて、
で全然使ってなかったんですけど、今回このデザインにぴったりだろうということで使いました。こっちのヒールにも縁取りをしてあります。そしてシューツリーなんですが、今回はこの茶色で染めた2ピースタイプのシューツリーを作りました。これもアンティーク風味で染めてます。今回特徴的なのはこの取っ手ですね。僕はシューツリーを作るためにいろんな取っ手を集めてるんですけど、これ以前買って届いたらあまりの迫力、存在感の大きさになかなか使うことがなかったんですね。普段シューツリーを作るときに靴の雰囲気に合わせながらこういう金具とか色合いとか決定してるんですけど、なかなかこの金具出番がなかったんですよ。かなり大きい取っ手で花柄みたいなデザインになってて、真鍮ですね。でこのなかなか出番がなかった真鍮取っ手ですが、今回イノシシギリーブローグにぴったりじゃないかと思ってこれをドーンとつけました。そしてアッパーと同じイノシシ側で作ったちょっと焼き見えにくいですけど義手の焼き印をしたタグを取り付けてます。この靴のライニングは茶色ですね。そしてインソックにはイノシシ側に白押ししてあります。ちなみにこの靴ギリーループということでループ4つしかないですし、結構ループは大きめなので紐の開け閉めはかなり簡単にできます。そして最後に磨きなんですが、今回磨きは京都にあるハークの寺島直樹さんにお願いしました。寺島さんといえば TWTG 出身で靴磨き選手権1位になったことでも有名ですが、今京都でハークというお店やられています。今回寺島さんにこの靴磨きをお願いしました。もともとイノシシ側ってあんまりツヤがなくてマットな感じなんですよね。この部分そこまでツヤないですけど、これよりももっとマットなんですよ、もともと。でそこにつま先、かかとワックス入れてもらってツヤツヤにしてもらいました。でこの靴は銀ピング穴飾りが結構ありますね。でこの顔の断面色ちょっと薄いんですよね。なので寺島さんそこにしっかりクリーム入れて全体の表情をちょっと引き締めるような感じで磨いてもらいました。やっぱりね、作ってて少しもやっとした印象もあったんですけど、寺島さんの磨きによって全体がぐっと引き締まった印象がありますね。そしてそこにつま先とかかとのキリッとしたツヤ感が出たことによって、特にこのつま先ですね、このサイドのエッジが強調されてかなりシャープな印象も出てきています。イノシシが個人的にはなかなかこうワックスを乗せていってツヤ出すの若干難しいなと思うことがあるんですが、さすがやっぱねプロですねすごいツヤツヤで透明感があります。今回このナンバー11かなりレディースっぽい雰囲気っていうのはイメージしたんですが、これ全然ね男性の方も履いてもらえると思います。ちょっとテーパードしたデニムとか合わせたら良さそうですよね。あとは華奢なんですけど、あえてちょっと太めのカーゴパンツとかどうでしょうね。靴が個性的なんでいろんな合わせが、新鮮で楽しそうですね。24センチといっても実際紳士靴の靴のサイズって結構気持ち大きめだったりするので、これと同サイズのフィッティングシューズありますので展示会に来て試していただけるといいなと思います。ということで展示会来週11月7日から11月13日まで1週間京橋のギャラリーニュース京橋というところで行います。展示会の詳細は概要欄にいろいろリンク貼っておきますのでぜひご覧ください。そしてこの靴抽選販売します。それについても概要欄にリンク貼っておきますのでぜひご覧ください。ということでナンバー11イノシシギリーブログ完成でした。それではまた。